師匠、Siri が AI で賢くなるそうです。今までも AI ではあった。では、今までは賢くなかった？それを本人の前で言うな。iPhone が聞いているぞ。今回は iOS27 で Siri がどう変わるのかを落語で解説します。落語、Siri が iOS27 でどう変わる？ Siri がようやく本当に会話できるようになるかもしれません。メールを探す、予定を確認する、画面上の内容を理解する、そして複数のアプリを動かす。iOS27 では Apple Intelligence を使った新しい Siri AI が登場します。ただし、まだベータ版。賢くなる予定の AI を利用者が先に試して育てる段階です。師匠、大変です。どうした？Apple が iOS27 のパブリックベータを公開しました。秋の正式版に向けた試験版なら、誰でも入れられるんですか？ Apple ベータソフトウェアプログラムへ登録すれば試せる。では、今すぐ普段の iPhone へ入れます。待ちなさい。なぜです？ベータ版は完成版ではない。バグ、電池の急な減少、アプリの不具合が起こる可能性がある。新機能を先に使えるんでしょ？新しい道路を舗装の途中から走るようなものだ。早く着きそうです。穴へ落ちるかもしれない。では古い iPhone を使います。それが無難だ。Apple もベータソフトは重要な端末ではなく、予備の機器などで試すよう案内している。今回の目玉は Siri AI だ。次世代の Apple Intelligence を使う新しい Siri だ。今までの Siri とどう違うんです？会話の文脈を保ちやすくなる。文脈？最初に今日との天気はと聞く。はい。次に土曜日はと聞いても、京都の土曜日だと理解する。今までなら、話が切れ土曜日とは何ですかと聞き返すこともあった。Siri が話の腰を折らなくなる。そうなることを目指している。メールやメッセージも調べるそうですね。利用者の許可や対応機能の範囲で、メール、メッセージ、メモ、予定などの個人的な文脈を理解し、回答や操作へ活用する。娘から届いた航空便の時間を調べて、と言えば、関連するメッセージやメールを探し、予定と組み合わせて答えるような使い方が想定されている。持ち主より、持ち主の予定に詳しくなる。それは少し反省した方がいいな。画面も理解するんですか？画面上の情報を認識して、関連する操作をする機能も強化される。チラシをカメラで撮ったら、イベントを予定へ追加する。会員証のバーコードなら、ウォレットへ登録する。Siri が秘書になりました。ただ返事をするだけではなく、行動するアシスタントを目指しているんだ。Apple は Siri AI に個人の文脈理解、画面認識、アプリ内操作を組み込み、複数の Apple 製品へ展開すると説明しています。師匠、これで Siri はチャット GPT になりますか？同じものではない。でも専用アプリで会話履歴も残る。対話型 AI に近い使い方は増える。しかし、Siri は iPhone や Apple 製品を操作する役割も大きい。チャット GPT は相談相手。Siri は相談を聞いて実際に予定表へ書き込む秘書を目指している。秘書が勝手に動いたら？だから権限管理とプライバシーが重要になる。個人情報をたくさん読ませるほど便利になりますね。同時に扱いを間違えた時の影響も大きくなる。Apple はプライバシー重視と言っています。オンデバイス処理や保護されたクラウド処理を組み合わせる方針だ。でも AI に予定を教えなければ働けない。便利さと情報の距離はいつも難しい。秘密を何も教えない秘書には何を頼めません。全部教える秘書には秘密を守ってもらわなければ困る。なるほど。ところで足の iPhone にも入りますか？ iOS27 が入る機種と Apple Intelligence が動く機種は別だ。同じじゃないんですか？ iOS27 に対応していても AI 機能をすべて利用できるとは限らない。Apple Intelligence には iPhone 15 Pro シリーズや iPhone 16以降など対応するチップを搭載した端末が必要だ。では、古い iPhone は OS だけ27、AI は置いてきぼりになる場合がある。アップデートしたのに
目玉がない。基本機能や速度改善などは利用できても、すべての AI 機能が同じように使えるわけではない。Apple Intelligence を使うには、スタイル機種を見分ける知性が必要ですね。買う側にな。しかも一部機能は英語からですが、Apple は Siri AI を対応端末向けに英語でベータ提供し、その後対応言語を広げるとしている。日本語の Siri は、すべてが同時に使えるとは限らない。地域や言語によって提供時期が異なる可能性がある。iPhone は世界共通でも多言語対応には時差がある。法律や技術、言語対応の違いがあるからな。EU では一部提供が遅れるそうですね。規制上の理由から iOS と iPadOS の Siri AI 提供が遅れている。リクイッドグラスも変わるんでしょ？透明度を調整できるようになる。リクイッドグラスは前は見えにくかった？背景によって文字やボタンが読みづらいという問題を調整しやすくする。透明感を売ったら利用者から見えませんと言われた。デザインと視認性の両立は簡単ではない。今度は透明から色付きまで選べる。リクイッドグラスの透明度は選べるが、Apple の開発予定は時々不透明です。余計なことを言うな。写真アプリも AI で進化します。不要物を消すクリーンアップ、画像の外側を生成するエクステンドなどが強化される。写真から邪魔な人を消せる。技術的には不要物を除去できる。家族写真からオイラだけ消されたら AI より先に家族関係を改善しなさい。サファリはウェブページの変化も見張る。在庫復活などを知らせる機能が追加される。パスワードも漏れたら自動交換。改良サイトなどの条件はあるが、危険なパスワードへの対処が進む。予定も自然な言葉で作れる。来週火曜の3時に歯医者といえば、カレンダーへ登録するような使い方だ。Siri がどんどん賢くなる。Siri上がりだな。Siriだけに言わせるな。しかもアプリ起動も早くなるそうです。Apple はアプリ起動、AirDrop、写真の取り込みなどの高速化を説明している。古い iPhone にも一部の性能改善は比較的古い対応機種にも及ぶとしている。OS を新しくすると古いスマホが速くなる。最適化がうまく働けばな。反対に、ベータ版で電池が早く減る。それもあり得る。動作はスピードアップ、電池はスピードダウン。だからメイン端末へ安易に入れるなと言っている。師匠、毎年アップデートされますが、完成はいつです？ソフトウェアに絶対の完成はない。ずっと未完成？新しい脅威、新しい使い方、新しいハードウェアが出れば、対応が必要になる。完成品を買ったはずなのに、毎年変わります。自動車でも、買った後に点検や改善は必要だ。でも自動車はハンドルの位置が毎年変わりません。それは一理ある。Apple は、新しい iPhone を売ります。そして OS も更新する。新機能も後から追加する。値段も値上げしましたね。利用者は、完成品を買っているのか、開発途中へ参加しているのか、正式版は製品だ。ベータ版は試験版だ。その区別は必要だ。でも、正式版もアップデートで使いやすくなる。改善され続けること自体は悪くない。不具合を直すのも必要。セキュリティ更新も欠かせない。では問題ない？発表した機能が遅れたり、対応機種が限られたり、完成度が期待に届かなかったりすれば、利用者がまだ完成していないと感じるのも当然だ。Apple Intelligence は本当にインテリジェンスになるでしょうか？使って判断するしかない。Siri へ何を聞きます？まず、あなたは完成しましたかだな。何と答えるでしょう。その質問には今後のアップデートで対応します。師匠、アップデートで使いやすくなるということは？逆に言えば、まだ完成していないものを売っているってこった。Siri が尻上がりに賢くなることに期待だ。おアポがよろしいようで。ここから師匠の iOS27 解説です。1、iOS27 と Siri AI は分けて考える。iOS27 へ更新できる機種が、すべての Apple Intelligence 機能を利用できるわけではありません。
Apple Intelligence には iPhone 15 Pro シリーズ、iPhone 16シリーズ以降などの対応端末が必要です。さらに、高度な機能の一部には、より新しい端末が必要になる場合があります。2、Siri AI の大きな変化。新しい Siri は次の4つを結びつけようとしています。継続する会話の文脈、メール、メッセージ、予定などの個人的な文脈、画面やカメラに映る内容、アプリ内での実際の操作、従来の音声検索から複数の情報を理解して行動するアシスタントへの転換です。3、ベータ版とは何か。パブリックベータは正式公開前のソフトウェアを一般利用者が試し、不具合や改善点を Apple へ伝える制度です。次のような問題が起こり得ます。アプリが動かない。電池の消耗が早くなる。通信や Bluetooth が不安定になる。保存データに問題が起こる。正式版へ戻す際に初期化が必要になる。Apple は重要な端末ではなく、予備の端末や予備パーティションで利用することを強く推奨しています。4. Apple Intelligence は完成したのか。 AI は通常のアプリ以上に正解率、言語対応、個人情報、アプリ連携、誤操作などの問題を抱えます。そのため Apple も Siri AI を段階的なベータ提供として位置づけています。利用者は発表された機能と現在利用できる機能を分けて確認する必要があります。5. アップデートは未完成品の証拠か。必ずしもそうとは限りません。更新が必要になる理由には、新しいセキュリティ脅威への対応、新しい通信規格やサービスへの対応、利用者から得た改善要望、新しい機種との連携、法制度の変更があります。一方で、発売時に宣伝された主要機能が長く提供されなかったり、ベータ状態が続いたりすれば、完成前に売ったのではないかという批判には一定の理由があります。したがってこのオチは落語として成立しつつ、事実上は継続的な改善と未完成のまま販売することの境界はどこかという問いを投げかけています。お後がよろしいようで。このチャンネルはニュースを笑いながら学びたい方に最新ニュースや情報を落語でお届けしています。なので、笑いながら最新ニュースを学びたい方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。LINE やインスタなどでの拡散もよろしければお願いします。Please feel free to visit the @shisho rakugoka channel.